あ、これ草の中行った方がいいんじゃないですか。草の中。わわー、気持ち悪い。お借りすることができました。プレイステーション VR2 っすね、はい、めちゃめちゃ軽いです。俺もっと重たいと思ってた。結構でかいっすよこれ。説明してくれるんだ。ここで何ができますみたいな、はい、これはやっぱさすがだな。この眼球の黒目の部分をちゃんと見てるんですね VR の方が。トラッキングとかもまあ問題はなさそう。問題はなすごいボケるっすね。そうなんだ。奥気持ち悪いよね。奥気持ち悪いっすね。何これもっといいもんだと思ってたわ。 VR で気持ち悪い改善策ってモーションじゃね。でもこれが VR かってなっちゃう人もいるかもしれない。いやだからグランツーリスモ以外でおすすめなんだ。でも他のどうもベルキートルトそうです。お借りすることができました。プレイステーション VR2 っすね。はい、今回ちょっとねライズアートさんの協力によって僕ら普段プレステやらないし、はい、持ってんならっていうのでちょっとねご好意でお借りしてきました。 PS5 専用なのか。まあそりゃそうだよね、最新機種だもんね。あ、4できないんだ。まあでしょうね。だってグラフィックとか、だってグランツーリスモもなんかほらオンラインとかも全部できるっぽいし、確かに5専用なのも分かるということで、まあ後発なんですが、グランツーリスモ、でどんな感じに映るのか。僕ら VR いろいろ使ってるじゃないですか、はい、なんでまあそれとも比較しながらっていうところですね。こう綺麗さとかそうですね、いろいろもろもろ、サクッと開けてサクッと走っちゃいますか。なんか設定がめっちゃ簡単らしいよね。いやプレステで難しかったら誰もやらないんじゃないですか、設定が簡単ということは多分内容物は相当少ないと思う、イヤホンとイヤーピース、あと説明書。コントローラーでかいな。面白い形してるね。そうっすね。どうやって逃げる？あ、こう？あ、違う、こう？あ、違う、こう？こんな感じで。は？こう？あ、違うかな、俺手が逆。こう？あれちょっと待って、ちょっと待って、左手よっすよ、左手よっすよ。これ左手よ。あ、こう。あいろいろこう試せば、まあ、このロゴが見えるように入れてくださいってことか。はい。 VR 本体めちゃめちゃ軽いです。俺もっと重たいと思ってた。あ、じゃあケーブルなしで考える。びっくり。あ、てかもっと重たいと思ってたわ。前がすげえ軽い。充電式じゃないところってとこもあるんでしょうね。バッテリーとかついてないんで。いやでもいらんよね。結局バッテリーってだって23時間が関の山でしょ。まあ僕らはいらないって感じですかね。やっぱその座ってグランツーリスモとかね、カーゲームだといらないですけど、体を動かす系の人たちはそうケーブル邪魔なんだよなっていう。なんかこれどうなんだろう。これいろいろ稼働する。そこら辺はなんか他の VR とそうですね変わらず、センターを押してフリーになって、でこう頭に装着したらここで巻き込んで締め込んでいく。でこれ気づいたんですけど、トップのバンドがないっすね。完全におでこと頭の後頭部で支える感じっすね。じゃあワンチャンこれデコ痛くなる系じゃね。どうなんだろう。意外とここで支えてくれるから、ここに負荷かかんないものも結構多いじゃないですか。軽いですからね。ちょっと待って、調べましょう軽さを。ケーブルは下に置いといた状態ですね。570か。そうでもないのか。570ってメタクエスト2、はい、僕らが使いやすいようにオプション品つけちゃってるんで、純正ではないんですけどあ、全然重いじゃん。まあそうっすね。ももちゃんがいつも手元動画で使ってる、オキュラスリフト S か、若干重たいんだな。だからなのかな。俺が毎回使ってるからなんか軽いんだけどってなっちゃったのかな。 30g 以上軽く感じるんだけど。スピーカーは内蔵してないか、そのイヤホンだから。あ、そっか。じゃあその分軽いみたいな感じなんかな。あ、イヤホンもつけないとダメっすね。あ、でも軽いな。イヤホンがこのイヤホンジャックがここについてて、でこっちが爪になってる感じでポチッと。これ何？あ、すげえ。イヤホン格納できるんだ。これありがたい。でまあ VR といえばレンズ関係ですね。さっきいろいろできるですね。これがここ、要は目までの距離。レンズ結構でかいっすよこれ。何タイプ？これフルネルレンズっぽいですね。はい。なんでパンケーキレンズとか僕ら使ったじゃないですか。パンケーキ、はい。フルネルレンズなんで、その枠がちょっとぼやけるのと、ここが長いっていう。フルネルレンズでここ長くなっちゃうみたいな。ピコとか短いもんね。そう。まあでもこれちょっと視野角広そうだな。楽しみ。でこのダイヤルなんですか？このダイヤルがこのレンズのこの距離
ですね。ああ、だから目広い人とか、はい狭い人とか眉間に近い人用の調整ってこと？日本人ってなんか広いらしいんですよ。カメラタイプになりましたね。まあそれがこのケーブル1本でまとまる理由だと思うんですけど、僕プレイステーション VR 持ってたんですけど、はいプレイステーションカメラでなんかその光る LED の向きを察知してみたいな、なんでいろいろ配線とかこう制御ボックスとか必要だったんですけど、確かにこれだったらもうケーブル1本ですね。でケーブルは USB Type-C ってプレステにあったっけな。まあちょっとこれは走行の時に確認してみましょう、はい、でメーカーのホームページとか見ると驚異の 4K HDR ビジュアルと 4K 出んの？片目 2000×2040 で両目で 4K ですね。片目 2K みたいな感じでしょうね。その VR 独特の考え方というか、最大 120fps 出んのグランツーリスモで 120fps わあ、でもそれ分かんないよな。グランツーリスモで 120fps 出てるかどうかっていうの。あとはもう実際にこうデコとかね装着して、はい、装着感ですね。これなんか素材がこれ汗かいてもなんかびしょびしょにならないようなゴム系のものっすね。でちょっと装着してみましょう。はい、でプレイステーション用意しました。で USB あるんかなと思ったらありました。正面に Type-C の端子ありますね。PS5 に接続します。で VR ですね。これ気になるですね。この蛇腹みたいな、これ光絶対漏れないですよ多分。お来た。これかぶるよ。はい、お願いします。じゃあコントローラーを多分これは必要とするので、ステレオヘッドホン装着してますね。片方ずつ PS5 にペアリング。おお、すごいな。説明してくれるんだ。ここで何ができますみたいな、はい、これはやっぱさすがだな。でもつけ心地も軽いっていうか今までで過去一軽いです。ただ僕の頭だとやっぱ上ないから、なんかちょっとずつ上に上がってきちゃうんですよ、俺の形だと。頭のクエストとかよりは全く圧迫感ないのと、何がすげえってももちゃん言った通りこの蛇腹、光1ミリも漏れないから、逆に俺らって、この鼻の下の隙間でスマホとかいじれるじゃん、そうですね。とかジュースもコーヒーも取れるじゃん。いじれない。全く無理。超専用映画館の中にいる感じ。お、何これこの眼球の黒目の部分をちゃんと見てるんですね、 VR の方が。で適切な位置にちゃんとセットできると。俺が VR ずれてるわ。そう VR のズレとかも関係してくるんで、いつも被る位置で計測しないとダメですね。はい、ちょっと VR がずれてる。画面でずれてるのも分かるんですよ。でもこれで合ってる。文字も綺麗にはなったけど真っ黒の中の白文字はちょっとボケるね。おお、白黒なんすねこれ。白黒ですね。カメラモードというかシースルーモードは。これ読めてる？読めてますよ。すごっ。完全自分専用にしてくれるんだ。いやこれは素晴らしいっすね。俺専用になっちゃったけど大丈夫？大丈夫。また設定し直せば。だってクエストとかこれもう自分で調べて設定してねみたいな感じなんで、さすがだわ。これは正しい使い方ができる。ポテたりとか、視線トラッキング、すごい。プレイエリア設定、これもあるんですね。すごいな。これ 3D スキャナーみたいなもんだ。そうっすね。準備完了。これで準備完了か。これはいいよ。簡単だし。簡単がすごいかな。ガイダンスに従えばもう誰でもできるっすね。こっからですからね。このセットアップが簡単っていうのもあるんですけど、そんなの最初だけで、最終的にはこうグランツーリスモを VR で走ってどうか。これも VR に画面は出てるんですか？メニュー画面出てるじゃん。どういう風に出てるんですか？立体？映画館みたいな感じ。映画館みたいな感じ。なるほど。巨大スクリーンみたいな感じになってるんですね。そうなるほど。じゃあとりあえず FD で走ってみますか。じゃあ二塁下行ってみましょう。で使用するハンコンがロジクール G プロホイールですね。ロジクールのダイレクトドライブ、G プロペダルですね。とこの間レビュー出したと思うんですけど、ロジクールレーシングアダプターを装着してるってことはシフターが使用可能と。センターキャリブレーション合ってます？合ってる。やり方って変わった。変わりました。コントローラーでいうこのボタンですね。横3本線のボタンがロジクール G プロの方にもついてると。そこを長押しでセンターキャリブレーション。どうですか画面の綺麗さとか？綺麗？違う？アセコルの比較じゃん。そんなにかな。
そんなにっていうのは、はい解像度ですか、色合いとかですか？コックピットとかメーターははいびっくりするぐらい鮮明なんですよ。はいはいはいは窓ガラスから見える景色がいはいはいボケてるというか、これ目に合わせたじゃないですか、はい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 なのに、はいちょっとこう動かすといろんなとこボケるから FPS 出てないんじゃない？フレームレート出てなさそう。最大 120fps って言ってるけど、まあ最大なんでね。まあそうですね。そう、グランツーリスモが、まあはいプレイステーション5の、まあ、グラフィックはいで、まあ、どこまでいけるかっていう、まあ、4K 出力も一応してるわけですからね。片目 2K ずつの止まってるのに、うん奥がめっちゃボケてる。俺の目の設定でもあれ完璧って言われたよね。完璧ですね。色合いとかも悪い？色合いは画面と変わんないかな。すごく綺麗ですよ。でもああ綺麗綺麗。ああなるほど。ただそれはグランツーリスモ感が出てると。ああなるほど。ボケてるところがすごい多いっすね。トラッキングとかもまあ問題はなさそう。問題はなその視点移動ってできないんですよね。ちょっとじゃあ設定見てみましょうか。ディスプレイセッティング。あ、オンボード設定ないんだ。画面ではできるのにな。あ、画面はできるんだ。画面は多少でき、多少、めっちゃ多少っすけど。そうあ、できない。選べないようになってるんだね。選べない。あー、だからトラッキングを自分の、そうですね。ねちょっとこの辺でこう今上目でトラッキングして、まあちょうど目線ぐらいがメーターになったんで。ああなるほどなるほど。じゃあ今まではハンドルがめっちゃ下だったってことですか？そうなるほどなるほど。なんかインジゲーターとかマップとかも出てるじゃないですか、その立体の。 BM のメーターみたいな、ガラスに出てくる。あーはい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 すげえ。でも目の前の数字とかはうんうんめちゃめちゃ鮮明、遠くはダメなんだ。遠くの景色が気持ち悪いのと、ー今ブレーキやフル急加速してるんですけど、これ俺がももちゃんちでVR の1初期やった時の酔いみたいにこれが激しい。これもしかして画面揺れちゃってます？揺れちゃってる中の。揺れちゃってる。じゃあ頭をなるべく固定して高い縁石乗ってください。頭固定で。これ草の中入った方がいいんじゃないですか。草の中。わわー気持ち悪い気持ち悪い。これもしかして横に寄れるもん。これもしかして固定されてないんですか？ VR。固定されてない。これもしかして VR の中も揺れてるんでだかすか？らさ、マジで中に乗ってる俺は宙に浮いてる状態で車だけ揺らされてるから、まあ要はそうですよね。首がずっと揺れてる状態ですよね。揺れてないのに。揺れてないのに体は。これ画面設定だとなくせるんですよ。ああそうなの。そう画面のねモニターの設定だとなくせるんですよ。それなくせるんだったら、はい普通の VR。あれちょっと待って灰色になってて選択できない。じゃあなくせないっすねこれは。こんな感じですね。はいこれ今車がこうガクンってこう斜めロールしたじゃないですか。はいこんな感じ、はい今こう車がこうなったっすよね、はいこれが要は車と同じに頭の位置がないといけないのに、そう頭の位置がこういう風にずれ込んじゃうんだ。新しいアトラクション乗ってる。レースカーとかだったらまだ走ってる最中のロール感はないからいいけど、はい市販車とかめっちゃロールするじゃないですか、はい市販車大変そう。これ車の外とか見れないんですか？なんかちょっと窓から首とか出せないそれんですか？はできるでしょ。おお何これ。黒ブラックアウト。助手席はさすがに見えるっすよね。なるほどまあそういう運ことか。転席のみっていうことか。うんシートから出ない範囲内でこうやって向くしかないんだ。確かにここら辺は透過しちゃうじゃないですか。なんか中にこう入っていけちゃうじゃないですか、ボディの中とか、はい確かにここはブラックアウトしてでもでも VR らしさってそこじゃないの？それはうちらが多分アセコルやりすぎ。そうアセコルがアセコル何でもできちゃうんだよね。と思うなよみたいな感じだね。だってバード視点も VR でできちゃうし、アセコルアセコルがデフォルトじゃねえよってことですね。そうアセコルはおかしい。それはそうだね。そうモニターも同じように揺れるんですよ。じゃあグラッツーのその表現なんです。そうグランツーのそのアセットコースターにもあるじゃないですか、G で揺れる表現。あれ僕ら 0% にしてるんですけど、よくそこっすね。これドリフトちょっとやらせてくださいよ。確かにな。ももちゃんの方が三半規管弱いから、もっと気持ち悪いって思うかもしれない。つっても俺も VR に慣れちゃってるけどな。うわ全然違うわ。視点トラッキングトロさんと全然違うっすわ。マジで？ちゃんと人に合わせてんだね、じゃあね。トロさんの設定の視点トラッキングだとこれこうやって点見る方にこうマーキングされるじゃないですか、これがマーキングされなかった。それ一回グリップで普通に乗ってみた方がいいよ。これ解像度じゃないですかこれ。やっぱ解像度ボケてる。
モデルのその軽くしてるんだと思う。ゲームを奥をぼやつかせて、こんなに手前は鮮明なのに、奥だけぼやけてるってことはでも手前で顔早く動かすと結局ボケるんですよ。うわー、ブレるなー、これすごいボケるっすね。そうなんだ。奥気持ち悪いよね。奥気持ち悪いっすね。何これもっといいもんだと思ってたわ。まあもう全体的にだってぼやけちゃってますもん。あとシフターいいっすね、やっぱ。そういいよね。シフターないとねシフターないと気持ちいいよね。草入ってみてよ。うん、縦揺れはワンチャン許せても横揺れ変じゃない？草入るとこれ多分これ酔うわ。これ人これ画面でもわかるっすかね。わかるよ。結構これで頭揺らしてないのに画面でもこんな揺れてんだ。こうなっちゃってるってことですよね。そうでもやっぱり VR、操作のしやすさとかは全然違うっすね。これアセコルと一緒っすね。モニターじゃ感じれないとこ感じられるっすわ。流れてるのもガンガンわかる。過去一軽くないですか？軽いというか圧迫感もないし、VR 単体の話をするとつけ心地と、あと視野角広いっすこれ。視野角は俺はやっぱ横見ると結局枠見えるから、クエストってもうちょっとこうレンズがちっちゃい感じがして、こう見てるとここのミラーが見えないんですよ。ここら辺かな、画面で言うと見えますね、ミラー。俺そこそんなに気にならなかったっすね。なるほどなるほど。いやこれ視野が広ければ広いほど本当に投入感変わってくるんで。ただそのスペックとか要すんで、そこら辺はほら時代とともにだと思うんですけど、だいぶ広いっすね。前のワンよりもそうだし、クエストよりも広いわ。なんかその酔うとかじゃなくてもう慣れちゃってるじゃないですか、うちらは。だからその走行が気持ち悪いって感じ、動きが気持ち悪い。パソコンのダートラリーもこういう最初設定なんですよ。ただこの G の揺れをなくせるんですよね、パソコンのダートラリーは。そうするとアセット操作と一緒になるんですよ。これもそれだよ。でもそれだよね。そう本当それっす。 VR で気持ち悪い改善策ってモーションじゃね？確かに VR でなんか気持ち悪くしないために作られたものっていうのもなんか僕聞いたことあるんですけど、でもプレステでできないんだよね。本当はパソコンでやるんでしょうから。あれでもあの人さいろんなハンコも勝手につなげたりとかいろいろしてる人いたよね。いますね。頼んじゃうんですか？ちょっと頼んでみよう。ちょっとドリフトやらせてください。そうっすね。ドリフトはでも絶対有利だよ。これオンラインでできるんだったら有利だもんね。有利っすね。白煙量も調整できるかどうかっていうのとうわ、ドリフトだとブレがさらに強くなる。そうなんだ。横見れるメリット以外のメリットねえんだ。振り返しの時とかもうブレブレ。画面見てても気持ち悪いもん。画面でもやっぱブレブレになってる。すごい。じゃあ VR じゃないわ。やっぱりあれだ、プレステ5のその性能だ、スペックだ。この振り返し時にあるっすわ。この振り返す時にこう車がこういう風に荷重移動するじゃないですか。一回ジャンプしてる。車によって違うと思う。これ今さっきの FD の方でドリフトするともっと揺れが強くなるんですけど、足硬いじゃないですか。だからロール感はそんなない。でも揺れてるの分かるもん。でもこれ VR では設定オフにできてほしいね。もったいないですね。サイドないです。サイドないですね。ロジクルさん、もっといいレビューできるようにサイドブレーキを毎回言ってて動画で。でもね、サイドあってもな、そのグランツーリスモがその駆動系もうちょっと改善してほしいところはあるんですよ。まあね。いやもうでも無理だと思うよ。改善するならもうだっていろんな人が同じようなこと言ってるから、もうとっくに改善できてるはずだもん。でもあれっすね、今度は走行の話ですけど、画面よりやっぱりどっちに流れてるとかは分かりやすいです。ただちょっとブレがありすぎて運転はしづらい。ももちゃんがしづらいって珍しいよね。大体こなすもんね、なんでも。結構ブレてるっすもん。画面見てて珍しく俺画面酔いしそう。今さっきも言ったと思うんですけど、オールインワンで1000本つなげてガイダンス日本語で、めちゃくちゃ使いやすい VR だけど、でもこれが VR かってなっちゃう人もいるかもしれない。いやだからグランツーリスモ以外でおすすめなんだ。でも他のゲームでも合わないやつ出てくるだろうしね。これが VR かってなっちゃう人、でもそれはどんどん時代が解決していくでしょうね。そうでしょうね。
これよくうちのショールームにも来るじゃないですか、 VR やりに。はいその時なんかはこれこんな綺麗な画質でやってるんですかとかほらよく言われるじゃないですか。はいだからやべえ俺グランツでどうしてできなくなりましたあ、分かった、できなくなった理由はい見てください。これハンドルが切り込んでるのに固定されちゃっとるわ。いや画面の時も固定されてるんですけど、画面の時って別に見えるから違和感ないじゃないですか、自分のハンコンが。はいはいこれ VR って目の前のハンドル見えないもんね。いや見えないんでめちゃめちゃ違和感ある。なんでだろうと思った。あ、もうちょっとハンドル見ないように。ドリフトの方がメリットありそうなのにドリフトの方がデメリットでかいってどういうことだよ。うわー、車のこのはい姿勢変化とかすごい分かりやすいんですけど、これハンドルがやばいっすか。違和感しかないぞこれ。なるほどね。うわー難しい。社長僕から電話来るとね、大体ろくでもない企画考えてんだろうなっていうのでなかなか出てくれないことが多いんですけどちょっと電話してみますわ。塚さんちょっと相談があるんですが覇気のない「はい」はやめていただいていいですか。 VR をお借りした僕ですらちょっと気持ち悪くなっちゃったんですよ。これを解決できる人を僕日本で1人しか知らないんですけど、グランツーリスモでモーション使いたいんですけど難題だわ魔改造だろうがなんだろうがもう知ったこっちゃないんで。お、マジっすか。やってみますか。だって結果分かり次第連絡いただいてもいいですか。報酬は家系ラーメンでよかったっすね安っありがとうございますよし決まった。交渉成立です。結果 VR が解決しないんですけど、そうっすね。こんなに違和感が大きいっていうやつで、うんまあ今後のその僕らのそのシミュレーター、はいセットコルサとか PC のシミュレーターにもはなんか糸口見つかる可能性あるじゃん。これがモーションではい緩和されるんだったらなんか俺されなそうな気がする。かな。まあでもなんかがもし最悪変わったとしたらそうですね。まあ変わってほしいですけど。もっともっとモーションの方も良くなってくると思うんですよ。ですねっていうことでちょっと PSVR 値段には見合ってないかな。これグランツーリスモだけかもしれないですけどね。VR、まあ VR 本体のレビューとすると、まあそのプレイステーションでしか一応使えないじゃないですか。公式はそうですねパソコンでは使えない、はいプレイステーションで使うとスペック不足のための、はいそのブレとかはいはもうちょっとしょうがなく出てますよね、うんっていうところ、うんだから VR 本体はレンズも僕的にはすごい広いし、いやいやいいよ。そうつけ心地すごいいいし、でほらおまけにリフト S より軽かったじゃないですか。軽いでそういうところはすごく良かった、ただちょっと最後になるんですけどずれるかな。いや俺と一緒じゃん俺もね後頭部の形が悪いかなとそうそう思って結構これ滑り止めっぽくなってるんですけど、ずれるよね。髪長い人はずれると思う、髪いやいや坊主の人とかずれなそう。もしくは反るかだね。まあ VR のためにはそらんすけどでこれが逆にモーションできました、モーションでバッチリ合いますって言っても結局一般の人ができないから、ただ僕らの今後の課題とか、もっともっと一般の人に SIM の方のモーションが提供できる何かの糸口見つかるかもしれないんで、これあれっすわ、これもし買ってる人も多分いると思うんですよ、はいで本当に VR ってこうなのってガヤのやってる VR ってこうなのって思う人は、はいショールームして体験した方がいい。そうだねそうだね。ちょっと違い聞かせてください。逆にちょっと物が違うっす。はい申し訳ないけど。そうですね。こう幹線道路の真横でお借りしてた PSVR 合コンしてる人だから。 VR はもう5分で酔っちゃう。こちらです。おお、今がじゃあバランスが一番いい。よく状態でもやっぱそうですね、僕が言うように